最近、労働人口1人当たり GDP と一緒してみました。日本のこの指標30年でしっかり伸びており、円安でも先進国の中でも上位、メディアの暗い話題が多い中、日本を変えるにはもっと明るい情報が強いと思います。皆さんメディア戦時、もっと希望が持てる明るいニュースを発信していかがでしょうか。これがね、明るいニュースだと思ってる時点で、まだちょっと甘いです。労働人口1人当たり GDP が高いのに、日本の生産率が低いのはなぜでしょう。要は労働者が搾取されまくっているからです。で、その労働者が搾取されまくっている割合はどんどん悪化しています。働いている日本人は生真面目だし、ちゃんと勉強してるし、生産性は高いんですよ。でもその生産性が家庭を持って子供を作って日本人を増やすというんではない、別のところに搾取されまくってます。他の国に比べても搾取され率は異常に高いです。労働者人口1人当たり GDP が高い国ランキングってやって、それがじゃあその労働者の人口が一緒だったら、そこで経済成長率っていうのが決まるんですけど、だから日本って1人当たり GDP でいくと32位とかまで下がるんですよ。っていうぐらい搾取されてるっていうね。はい。なのでね、税金は下げた方がいいんじゃないかなと思います。最近は税金に対する議論が活発ですが、そこでなぜか社会保険料も議論されることが多いです。これはどんな理由からだと思いますか。社会保険料は税金ではなく、そこまで負担が大きくないものなので、別途議論する必要があるものだと思ってます。この人は社会保険料払ってないんじゃないか。消費税が今 10% で軽減税率とかっていう 2% とかでどうこう言ってるんですけど、社会保険料って働いてる人が自分の払われた給料から 14% 取られるんですよね。で、さらに会社も同じ額だけ払ってるので、社会保険料って実は 30% 近いんですよ。なので、消費税の3倍ぐらいの額なんですよ。で、社会保険料を払わないという選択肢はありません。で、これね、日本人がよく騙される例で、本来他の国だと選択肢のないものを、国に取られるものを税金と呼びます。別にそれが社会保険料と呼ばれるか、介護保険料と呼ばれるかではなく、個人が選択して払わないということができない、国が強制的に取るお金をタックス、税金と呼びます。なので、国際基準でいくと、社会保険料は普通に税金です。でもこれをなぜか税金ではなく、保険料という名前だから税金ではないというふうに誤解をする頭の悪い人が日本人多いんですよね。だから本当ね、日本人ってね、奴隷としてはね、すごい使いやすいと思うんですよね。これ税金じゃないよ、社会保険料だからってこれ君のためだからって言って 30% 取って OK みたいな。消費税って税をつけると 8% から 10% っていうたった 2% で大揉めするんですけど、保険料って名前にすると 30% 取っても揉めないっていう。バカハックっていう意味でいくと、やっぱね、日本の政党の政治家は頭いいですよね。バカは税金って呼ばないと税金じゃないと思い込むっていうね。他人の会社で働いて給料をもらうというやり方でもそれはそれでいいんですけど、ある程度その自分のコントロールできる時間だったり仕事の作業量だったりというのを増やしていく方が、結果として僕人生は幸せになるんじゃないかと思ってるんですよ。これ人それぞれなので全然お勧めできる話はないんですけど、朝9時から夜の7時まで満員電車に揺られていって働いて、満員電車に揺られて帰るという生活よりも、コントロールできる時間、例えばじゃあ満員電車乗りません。昼の12時に出社して5時間ぐらい働いて17時に帰ります。なので5時間しか会社で働かないけど、その後家に帰って夕飯食って深夜に働きます。なので23時から26時まで働きますとか、早起きして5時から朝7時まで働きますとかっていうのの方が結果としてうまく割合が高いんじゃないかなというふうに僕は思ってるんですよ。これなんで思ってるかというと、会社員というのって会社の空いてる時間しか働かないんですけど、会社員の働かない時間に働かないやつって会社員にとって超便利なんですよ。例えば朝5時から7時に働くってなると、会社員が朝9時にメールチェックする前からこういうインシデントがあります、ここ対処してましたっていうので前もって動いてくるんですよ。で、逆に会社員が21時で退勤ですって言った後に深夜の24時とか25時に起きたことで対応してくれるんだったら、あれなんか夜中に起きたけどこれ対応されてるじゃんっていうので、あれここ実は自分たちで会社でやるより個人事業主に頼んだ方がうまく回るんじゃねみたいな感じに見えたりするんですよ。
っていう形で、でも個人事業主なので、給料の額よりちょっと高い形で事業主としてやってください。だって社会保険料はあなたが払う必要ないですよね。正社員じゃないから、いつでもクレームできるわけだから、その部分っていうのは逆に景気が悪くなった時に切れるっていうのもあるので、なんで個人事業主なので、今までの給料よりは高くしてください。なので、年収600万で、今まで正社員でやってましたけど、個人事業主なので、900万円で契約してくれませんかみたいなのをすると、この後起こる出来事っていうのは、900万っていうのは、経費をバンバン使うと、税金安くなります。年収600万円の人っていうのと、年収900万円の会社員っていうのでいくと、年収900万円になっても納税額増えて、手取りって300万円増えないんですよ。ところが、個人事業主900万円は、税金をめちゃめちゃ安くすることが可能っちゃ可能なんですよ。もちろんパソコンもそうだし、家でずっと働いてるんだったら、じゃあ家賃もそこで経費で落ちるし、で、そこで営業に行くときに、その人の見た目によって仕事が取れてるよねっていうのが、ちゃんと税務署の人に説明できるんだったら、服も落ちるんですよ。見た目がいいからこの仕事が取れてるんですっていうタレントとかってフェラーリが経費で落ちるんですよ。フェラーリに乗ってる俺っていうのがね仕事が取れてるわけだからフェラーリは必要経費ですっていうので落ちる場合があるんですよ。なので営業に行くから車も必要です。本来は子供2人を保育園に送ってくれるためのワンボックスカーなんだけどこれは営業の時にパソコンとかも資料も持ってって営業に行かなきゃいけないのでワンボックスが必要なんです。これは営業車両ですって言うと、じゃあ経費かなみたいになったりするんですよ。っていう形で、実はそのいろんなものを経費にして、税金の額を減らすっていうことができるので、本来であれば年収900万というのが、会社員の時と、個人事業主年収900万でいくと、実は可処分所得は全然違ったりするので、税理士さんに相談してみると、いろいろ教えてくれるんじゃないかなと思います。よし、今日も一生懸命適当に生きてやる。適当に一生懸命っていうのは僕もそうなんで、はい。一生懸命毎日楽しく頑張ってます。努力をしないっていう。努力をしないためだったらベストを尽くすっていう。毎日コツコツとか一生懸命何かをやり続けるとかって僕できないですよね。なので適当に生きるというのを毎日一生懸命頑張って僕もやってます。はい、一生懸命働かないっていうね。はい。というわけで今日はこんなところにしようかなと思います。努力をしないための努力っていうのはね結構大事で。エンジニアとかプログラマーって手を抜くためにプログラムを書くっていうのが癖になってる手を抜くのが得意な人の方が優秀なんですよね。ある程度なんか一生懸命コードを書いて何とかしようとかじゃなくてあれこうやってこれくっつけたら多少の不具合はあるけどまあいいんじゃねみたいな全てが 100% うまくいくわけじゃないけど8割これで回るんだったらそれでいいんじゃねみたいなっていう感じの手を抜いているタイプのエンジニアの方が結構ね大成することが多いっていうのがあったりするので手を抜く癖というのをつけるという方が結果としてはうまくいくんじゃないかなと思います。努力できる性格の人は全然努力してるんですけど努力できるかどうかって遺伝で結構決まるんですよね。遺伝と才能で努力が向いてない人が一生懸命努力をするよりももう努力しないで何とかするっていう方が僕は遅刻をするんですけど遅刻をしないで何とかするというよりは遅刻をしても許されるぐらいの成果を出すという方が向いているっていう判断をしました。はい、なので遅刻をしないで頑張っていい給料もらってますっていう人は別にそれを続ければいいんですけど僕みたいな遅刻どうしようもないんでっていうタイプの人であれば遅刻をしないように努力をするよりも遅刻をしても大丈夫な状況になるっていう方がいいんじゃないかなというところで、はい、めんどくさいというところを手を抜くっていうところから技術革新が起こるのでなるべく手を抜く人力でやらないっていう方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。これは介護士をロボット化した方がいいっていうのと言ってるのと一緒でなるべく人力でやらないでロボット化していった方が結果としては介護ロボットとかその介護システムみたいなのを海外に売ってボロ儲けできるんじゃねっていうそこを人力でやって人手が足りないからインドネシアから人を入れようとかっていうのは方向性としては違うんじゃないかなというふうに思うんですけど、はい、いや遅刻した方が楽ですよ。だって起きれないんだもん。起きれないんだったら寝ないとかになるからね。それは寝て遅刻した方が良くないというわけで、はい、お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。